ハロー YouTube、トキリントキリントキリンチャンネル、さあ始まるよ、トゥース。今緊急で動画回してるんですけど、ヤッホーみんな息してる、息しかしてない時丸です。はい、皆さんこんにちは。今日は、ミニマリストを目的化するっていう話です。変なこと話していきますよ、今日は。結構変な話です、だいぶ。エクストリームミニマリストになりたい人、それからミニマリストが夢である人はぜひ試してみてください。よくさ、そのミニマリズムっていうのは手段であり目的ではないって言われるじゃないですか。もうこれもうみんな言ってますよね。もうどういう人も最近そういうね、いろんな話ありますけど、あくまでその手段なんだ。目的であってはならない。みたいな。そのね、よくあるじゃない、その目的の手段の逆転っていうね。それがあると思うんですけど、今回も私はそれを逆転化させます。逆転化させてみます。これだからエクストリームミニマリストです、これが。前ね、だいぶ昔に、こんな動画上げてるんですよ。私服の制服化をするんじゃなくて、制服の私服化をしてみたらどうかっていう。こういう話してるんですよね。前から見てくださってる方、覚えてますか？この話した。で、これどういうことかというと、普段から着ている、自分の私服っていうのを制服化して、大体毎日同じような服を着ることによって、服の数を減らせて管理が楽になりますよ。で、洗濯の、メモリも減るので、なんか違うことにメモリを使えますよ、みたいな。そういう話なんですよね。だから、つまりそのスティーブ・ジョブズとかがやったような同じ服を毎日着るとか、それは、つまりその私服っていうものを制服化して、で、自分が楽に生きる。それがミニマリズムの、始まりというかな、スタンダードみたいなところがあると思うんですよね。それを自分はその制服の私服化っていう、ちょっとアプローチを提案してみたんですよね。で、これは、やっちゃいけないんですけど、例えばマクドナルドの店員さんが、その自分の服を普段着るってことです。はい。だから制服を私服化するってことです。で、これは実際に僕の友達に、大学の頃にね、学生の頃によくつるんでいた人が実際それやっていて、それからインスピレーションを受けてるんですよね。本当面白いやつでさ。なんかその自分のバイト先の服を、なんかシャツをね、どことは言いませんけども。でもメジャーなあれですよ。もう着てたら、あそこの店員さんですよねってわかるような服ですよ。それをですね、もう日常からカジュアルに着こなしてるんですよ。で、もう会うたびにさ、もうそれを着てて、あれ今日バイトなのって言っても、いや、バイトじゃないよ、みたいな。これ俺の、私服なんで、みたいな。もうなんかそういう感じでナチュラルにすごい着ていて、で、それを見たときに、これだと思ったんだよね。でもその時には全くその自分は別にミニマリズムとかミニマリストみたいなことは、やってなくて、物もむちゃくちゃ持ってたし、で、ロン毛だったし、で、そんな感じだったんですよね。だから。で、それを、だから後から、そのミニマリズムに出会ってから、いろんなその私服の制服化みたいなものをし始めたりとか、で、してる人たちを見始めてから、それからね、後からその自分が学生の頃に経験したものがふっと降りてきたんですよね。まさにこれが、スティーブ・ジョブズが言う Connecting the Dots っていうことで、もう点と点が繋がってるんです、完全に。で、そこから制服の私服化っていうのが生まれたと。で、制服をやっぱり私服化することによって、いろんなことが起きます。で、これはね、ちょっと過去に考えてるんで、ちょっと今日は、控えめにしておいて、で、今日の本題である、そのミニマリストを今度手段ではなくて目的化してみるのはどうかと。もうがっつりだから、もうミニマリストっていうものを目指していくってこと。もうそれを目的にするってことなんですよ。だから、手段じゃない。だからなんていうか自分が幸せになるためにとか、楽に生活するためにとか、そのお金を貯めるためにとか、そういうのとか全く関係ないし、節約を加速するためにとか、そういうの全く関係なしで、ただ、ミニマリストになりたいっていう思いを前面に出して、それを目的化するっていうことなんですよ。このね、例えばですよ。私は、もうこのね、バックパック一つで、暮らしてるわけですけど、正確には二つあるんですけどね、山用と。これは日常的なものを入れていて、で、今、持ち物が70個です。はい。70個で、ここに入るものと、今ちょっと、ごちゃっと出たりはしてるんですけど、それで暮らしています。だから、これを持っていけば、もうそのまま引っ越しが完了できるし、
で、最悪その布団とかなくても、キャンプ系の動画あるんで、もう、行った瞬間、もう引っ越した瞬間からそこの部屋で生活できるようなシステムが整っています。はい。まあそんな感じで、こういう生活をしているんですよね。で、これまでの経緯は、過去のね、動画とか見ていただいて、いろんなところで話しているので、そういうふうに物を減らしてきて、こういうエクストリームなスタイルっていうのを取ってるんですけども、こういうふうに、家具もないし、で、家具もね、一応折りたたみみたいなものを使ってたりはしていて、で、その折りたたみのものを、これヨガの練習とかをするので、その時に畳んでおいて、やるみたいな感じ。で、動画撮影するときもなるべくシンプルにしたりとか。で、そんな感じでやってますね。で、寝るときは一応ここにはマットレスがあって、マットレス使っているので、マットレスをここに引いて寝るっていう感じ。フレキシブルな感じで、エクストリームなスタイルで暮らしているんですよね。だからそういうふうに、目的化する。だからそれを目的化するってことはどういうことかというと、もうそのスタイルをそのまま取り入れるってことになると思います。で、これは言い方を変えれば、形から入るってことなんですよね。はい。だからその目的が目的化していくとミニマリストっていうことを。っていうのはつまり、形から入るってことを積極的に選択するってこと。で、これよく考えてみると、ね、これもね、いろんな側面があるし、いろんなこと言われるじゃないですか。その形から入るのは良くないとか、例えば。で、いろいろ勉強してね、ちゃんと情報を取ってとか、で、正しい先生に学んでとか。で、そこからようやく自分の形っていうものはできていくものであって、形から入るものではないっていうことがよく言われることがあると思います。で、これはもちろん、その内容とかやることによって変わると思っているんですけど、で、ミニマリズムとかミニマリストに関しては僕はもっとカジュアルに形から入ってもいいと思うんですよね。だからそういう意味で今回その理論をちょっと逆転させたんですけど、目的化ってことなんですけど、で、これ実際にその少ないもので暮らしている人って、考えてみたら、自分のその減らした経験っていうのを考えてみたら、思い当たることないですかね。例えば、ミニマリスト何々さんみたいな人がいて、その人の発信とか、その人の着てる服とか、その人のね、住んでるような部屋とか、そういうものを見て、ちょっと私もこれやりたい。これにしようって思って、で、実際にその同じものを買ってみたりとか、で、同じように物を減らして、同じようなスタイルの部屋を作ってみたりとか、あるいはその人が着ている同じようなブランドを着て、自分自身もそのようなミニマリストの人になったような気分になるとか。そういうのって全然ありだと思うんですよね。で、むしろそこがスタートラインになり得るってことです。はい。で、これは自分の経験からも言えることで、僕の場合はその出会いっていうのが、ジョシュア・フィールズ・ミルバーンとライアン・ニコデマスっていうアメリカのザ・ミニマリストっていうね、二人組だったんですけど、お笑い芸人みたいなもんですけどね、自分の中では。お笑い芸人みたいなもんだけど、そのミニマリスト版っていう感じ。だってさ、ミニマリストっていうさ、ユニットなんだから。ユニットっておかしいでしょ。で、これ日本でなかなかいないから、これやっぱりアメリカっぽさっていうのか、最初結構感激っていうか感動したんですよね、そのスタイルに。二人組で、メニマリスト。で、かつその二人組で活動しながらいろいろそのミニマリストについて発信しているユニットだってこと。で、かつそのユニットなんで一人ずつね、そのジョシュアとライアンっていうのがいるんですけど、それぞれ、二人は全く完全に似てるっていうわけでもなくて、で、それぞれのスタイルで話をしていたりとか、それぞれのスタイルでその持ち物を減らしていたりとかするんですよね。だからそういうのを見て、この人たち面白いなって思って。で、僕はその人たちを完全にコピーしたわけではない。でも正確に言えば、その人たちが書いていた本の中の方法を実際にそのまま取り入れたっていうことをやってます。それがパッキングパーティーっていう方法なんですけど、それは部屋の中にあるものをすべて引っ越しをするつもりで、一旦段ボールにすべて詰めてしまいますと。で、家具とか、そういう大きなものには全部ブルーシートをかけてしまいます。徹底的に。で、それで1週間生活をしてみましょうっていう、それがパッキングパーティーという方法です。で、1週間生活していく中で、必要なものだけを取り出しながら一個一個使っていくと。例えば、朝起きて歯を磨きたいんだったら歯ブラシを取り出す。で、そこで次にコーヒーを作りたいんだったら、コーヒーを沸かすためのポットを取り出す。で、それで1週間すべて生活してみて、1週間取り出さなかったもの、つまり箱の中にそのまま入った状態になっているものとか、ブルーシートがそのままかかったようになっているような家具はすべて手放すっていうこと。
その方法論です。はい。それを実際にやったんですよ。で、そこからですね、変わり始めた。変わり始めたのは。で、それ以降はですね、やっぱり佐々木さんとか、もうそのいわゆるザ・ミニマリストの人たちいるじゃないですか、日本でね。佐々木さんとか、四隅さんとか、四隅大輔さんとか、で、大原ヘンリさんとか、ね、いろんな方いますよ。レジェンドたち。もちろん、こんまりさんもですけど、こんまりさんの本はあんま読んだことないんだけど。うん。で、そういう日本の方たちからのインスパイアを受けながら、で、あと YouTube とかでも活動してるね。この僕よくコラボしてるたけるさんとかさ、そういう方々とか見ながら、で、かつ、同時にそのアメリカの、本当にアンダーグラウンドの人たち。今結構メジャーですけど、ロブニーね、ロブ・グリーンフィールドさんとか、クレイグとか、エクストリームミニマリストのクレイグとか、あとね、結構南米の方にもいたりするんですよ。南米の方にもいたりとか、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、あとシンガポールのピーター・ローレンスかな。ピーター・ローレンスさんとか、あの辺の人たちのスタイル。で、人によってやっぱりその車持っていたりとか、本当にフィールド、森の中で暮らすような感じだったりとか、バックパック一つで暮らしていたりとか、で、結構都市生活をしている中で、都市生活でガリガリにもうゴリッゴリに削ってる人とか、で、ある程度結構持ってるような人とかね。なんかそういういろんなものを見ながら、このスタイルいいかもなっていうのをどんどん取り入れてやっていったって感じなんですよ。だから、つまりその時点で自分っていうのは多分ミニマリストを目的化してるんですよね。いくら、格好つけて、いや、僕はその真似してないと。目的化していない。それは自分が心地いいから減らすんだみたいな。自分がやりたいから減らすんだっていうのは、もうそれ後からついてくることで、一番最初の取り掛かりっていうのは、やっぱり誰かを見てですね、それを取り入れる、学ぶ。で、その時には、目的化してていいと思うんですよ。その物事が。だからミニマリストになるって思ったら、その人のスタイルをそのまま取り入れるっていうことですね。そこがスタートラインになるんじゃないかなっていうことを思ってるってことです。そうね。だからそういうふうに、だからもう僕もこのね、バックパックで一つで暮らすっていう、そこのスタイルを取り入れて、で、結局、同じようにならないんですよ。これが面白いところで。だから、みんなの、コメントとかもそうだし、みんなの他のミニマリストのやってるような人たちの発信とか見るのって面白いんですよね。だからもう、同じようなやり方を取り入れても全く同じにはならないんで。むしろ同じことを続けている人よりも、やっぱり本当に続けていくと、それが今度、目的だったものが手段に転用していくタイミングが来るんですよね。変わっていく、トランジションしていくっていうのか、なんか目的っていうものがだんだんその手段になっていて、自分がどういう風なスタイルが適しているかとか、どういう風な持ち物の数が自分は生活しやすいとか、生きやすいとか、暮らしやすいとか、そういうものがだんだん出てきたときに、また新たな道具の選定とか、アイテムの切り替えとか、新しいアイテムの導入とかね、今度増えたり、逆にね、一回減らしたものが。なんかそういうものが出てくる。で、さらにそこから減らせるなって言って減る人もいるし。そう、だから、なんかそういう風な感じで最初は目的化しても全然いいと思っていて、で、むしろそこから自分のスタイルが始まっていくんじゃないかなって思うんですよ。だから自分も、つまりそのバックパックだけでも言えばさ、そのロブニーとかが使ってたようなやつはなんだったかな、結構アウトドア系使ってたりとかしましたし、あとスーツケースに憧れていた時は僕はそのスーツケース一つで暮らすような、ドミニク・ロー法的なスタイルっていうのか、そういうものを取り入れてた時もあるけど、結局これになったっていうのは、やっぱりその自分が山を同時にっていうか多分山の方が早かったですけど、ハイキングとか山をやるようになっていって、その中でウルトラライトのスタイルに出会って、で、ウルトラライトのスタイルってまさにミニマリズムじゃないかって思って、ね、本当に軽くてコンパクトなものを背負って、軽い荷物で長距離を歩いていくっていう、ロングハイクの思想がある。で、それってやっぱりすごいミニマルだよなって思ったんですよね、山を歩くこと。で、なんかそこで、このバックパックに出会ってるし、で、それがたまたま17リットルで、かつ、じゃあこれに入るものっていうのを考えたときに、じゃあ全部自分の持ち物を一回詰めてみようとか、で、そこから新たな実験が始まったりとか、で、さらに、その中で、じゃあ、さらに自分の道具を、洗練させていくことができるんじゃないかってことを、常々考えたりしているわけです。はい。
まあ今ね、まあ最近は、まあこれ結構、こうドローンとか、まあこれデイリーに、まあ割とその2、3日の旅行とかにはもうずっとこれで行ってるんで、そのまま持ち運んでるんで、結構ね、すごい好きですね。ドローンとかも、なんか昔では考えられないけど、なんか5、6年前の自分だったらわざわざこんなドローンのセットを、こうデイリーなアイテムにするかっていうか、旅に絶対持っていくかって言われると、ノーなんですけど、なんかね、やっぱこう映像も撮ってるっていうのもあるし、なんかそのクリエイティブとのマージっていうのかな、クリエイティブと生活のマージみたいなものが売ってるなって。あともいつも入ってるこういう、ね、紹介してるね、生活用品が入ってるようなものとか、で、クッカーとかもね、入ってますね。クッカーセットとか入ってる。なかなか日常から持ち歩いてるようなバッグにガス缶とか入ってるのいないと思いますけど。あとモバイルバッテリーとか入ってる。まあ、詳しい持ち物は、ときまるたなか .com で、ときまるたなか .com で見てもらえる。全持ち物リスト。私のメンバーシップので公開してるんで。はい。で、そのメンバーシップでは自分のその実験とかをもう常々共有してます。はい。だから、ね、読むだけでもいいので、ぜひ興味ある方は入ってみてください。だいぶ傷んじゃってるけどね、もうだいぶ傷んできてるんだけど、壊れる気配がないんだよ。もうね、5年ぐらい経つかな、このデイブレイク。5年ぐらい経ちます。もう5年ぐらいこれだけでやってます。本当に。で、まあ17リットルなんだけど、この結構拡張性があるんだよね。ここが結構街あるので、なんか、もう圧縮すれば、シュラフくらいここにね、入りそうな感じはするし、ここに寝袋詰めて、下にあれ入れて、まあちょっと、近々キャンプあるんで、もしかしたらキャンプちょっとこれでトライしてみようかなって思ってます。はい。まあちょっとそんな感じで話それましたけど、だから今回言いたかったのは、ミニマリズムっていうのはまあもちろんその、手段である。目的ではなくて、手段であるっていうふうなことがまあ一般的に言われることなんですけど、それをちょっと逆転させてみて、あえてミニマリストっていうものを目的化してみるとどうでしょうかっていう話です。もうね、だからもう形から入るんですよ。もう俺はミニマリストだって、もうミニマリストだ。何もない部屋で暮らすんだっつってもこういう風にして、こういう風にしてもらって、で、もうここでもう、こうやってもう遊んだらいいんだよ、遊んだら。こうやって、遊んでればもうそれで、遊んでればいい、とりあえず。とりあえずこう何もない部屋にしたら、こうやって遊べるから。楽しいよ。すごい楽しい。これずっとやってるから、毎日ね。だいたい8時間。8時間はもうこうやって遊んで、で、1時間は動画撮って編集してるって感じです。で、皆さんに、こうやってお話をさせてもらってるって感じです。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。そしてまた次回もこの何もない部屋に遊びに来てください。それではまた次回の放送で。チャウチャウ。